アロンさんです。先週日曜のレイスユナイテッド戦で、エベレチ・エゼの入団発表が試合前に行われるっていうね、前代未聞の発表があったんですけれども、それについて、でまだこの動画でも触れてなかったのと、このエゼのね、入団の経緯、ものすごい謎じゃないですか。先週水曜、ハバさんの怪我が発表されまして、その数時間後にファブリツィア・ロマーノが、アーセナルがエゼ獲得に動き出したと。その後秒でエゼのアーセナル行きにヒアウィーゴーが出るっていう、とんでもない展開、とんでもない流れだったじゃないですか。で、エゼっていうのは、ほぼほぼスパーズが決まってたわけですよ。ほぼほぼ。あとはもうサインするだけみたいな。そういう状況の中、急転直下でアーセナル行きが決まるっていうね。その、とんでもない舞台裏話がございましたので、この動画でシェアさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ほんととんでもないぞ。サルチャンネル。先週日曜日にね、エベレチ・エゼ、アーセナル着弾と、リーズユナイテッド戦試合開始前に前代未聞のエゼの入団発表があったわけなんですけれども、いやー、とにかくね、電光石火すぎました。エゼのスパーズ行きがほぼ確していたにもかかわらず、8月20日先週水曜日、降って湧いたような60ミリオンプラスアドオンでのビットっていう、このファブリツィオ・ロマーノの第一報からわずか1時間後ですよ。ロマーノから電光石火のヒアウィーゴー。いや、早すぎ。これ最速じゃないの？こんな最速のヒアウィーゴー出たことある？ないよね。いや、とにかく本当に秒で決まったんですよ。そして、8月23日、リーズユナイテッド戦、試合直前にエミレーツでエゼ入場、生お披露目が行われたわけよ。この時の雰囲気もめちゃめちゃ最高でした。そりゃそうなんですよ。なぜなら、彼はヘールエンド出身のガチグナなんです。ガチグナ。いやー、ほんと素敵なセレモニーでしたね。ここまで素晴らしい入団発表。そして、サポーター参加型のセレモニーっていうのは、俺史上初でしたね。僕が来て18年ですけど、その前あったかもわかりませんよ。ハイバリ時代あったかもわかりませんけど、エミレーツでは初めてだったと思います。本当に温かい空気に迎えられて、そして気持ちよくキックオフ。だからあの快勝ってのは、このセレモニーあってのことなんじゃねえかなっていうふうにちょっと思ったりしますね。そしてエミレーツに入場する時のえも言われぬ笑顔ですよ。喜びをかみしめるというか、遠くを見つめて、なんか今にもね、類性崩壊しそうなエゼの笑顔ね。ほんと何も言えねえっていう北島康介町の笑顔。でもそりゃそうよなと。バスケドリよりアーセナルよなと。さっきも言いましたけど、彼はアーセナルのアカデミー、ヘールエンド出身の生粋のガチグナなわけですよ。魂から何まで真っ赤なんだから、そりゃこうなるのはしょうがない。当然のことながらエミレーツはそれを知ってるわけですよ。だからこそのスタンディングオベーションでグーナーチャントでお出迎えっていう。この活かした演出ですよ。最高の雰囲気でした。そして、このエゼのね、契約期間なんですけれども、4年契約プラス1年の延長オプション付きということで、27歳の選手にしてはもう超長期契約と言っていいでしょう。そして移籍金は60ミリオンプラス 7.5 ミリオンポンドのアドオンということで、これはパレスが提示していた契約解除条項のほぼ満額に近い金額と。そしてエゼの背番号なんですけれども、ベルカンプ先生をはじめ、エジル、ジャック・ウィルシャー、エミル・スミス・ロー、そしてウィリアム・ギャラスというそうそうたるメンツの意を継ぐエースナンバーの10番、ナンバー10でございます。ナンバー10。でもこの10番っていうのはパレス時代、自らの手によって予言されていた番号だからね。予言されていた番号だよ。もう時代は切り替わってるからな。信じるか信じないかはあなた次第です。俺だけは信じる。俺だけは。いや、そしてね、必須のガチグなアーセナルに帰還ということで、先ほども申しましたが、エゼはアーセナルのアカデミー、ヘールエンド出身なんです。このヘールエンドでは、13歳までプレイしていた、もうガチグナ中のガチグナなんです。ねえ、もーちゃん。あ、ごめん。ねえ、もーちゃん。ねえ、もっちゃん。エゼガチグナなんだよね。知ってるよね、もっちゃんもね。ほんとね、エゼはね、13歳までね、
このヘールエンドでプレーしていて、でそこからアーセナルでプロデビュー目指したんですけど、13歳の時に、戦力外通告されてしまい、本当に涙を流しながらアーセナルを去ったっていう経緯があるんですよ。つまりエゼの今回の移籍というのは故郷への凱旋ということです。ね、だから本当にウェルカムバックなんですよ。おかえりエゼっていうことなんですよ。もうちゃんもそう思うでしょ。いやもうちゃんもそう思ったからの猫パンチですよ。そう思うの証いただきましたよ今ね。そう思うの証です今のね。今日もひと叩きありがとうございます。じっとこっち見てますけど、そんな事情を知ってるエミレーツですよ。グーナーチャントで熱烈歓迎するわけよ。そりゃそうよ。そうならざるを得ない。おかえりとウェルカムバックと、よく帰ってきたなと、本当にそういう空気感に包まれてましたエミレーツは。でね、エゼも過去の動画でこう語ってるんです。アーセナルは僕の好きなチームです。子供の頃から応援していたし、ティエリ・アンリが俺のスターだったっすねつってね。そんなエゼがさ、白い方じゃなく赤い方でプレイしたいと思うってのは自然の摂理ですよ。宇宙の真理、宇宙の真理ですよ。そうでしょ。白い方でプレイしたいと思うグーナーなんているわけないじゃん。そうでしょ。というわけでね、そんなガチグナの期間に脇に湧いたエミレーツだったわけなんですけれども、このエゼのね、入団の経緯ですね。これがとんでもない裏話があったんで、ぜひ皆さんにシェアしたいと思います。ほんととんでもないよ。前代未聞の舞台裏ですよ、これ。ぜひこれを知って帰ってください。そしてみんなに言いふらしてください。ぜひ。今回、降って湧いたようなエゼの電光石火の入団劇に驚かれた方も多数いらっしゃると思うんですよ。というか、99%、そう、いや100%のグーナーが驚いたんじゃないでしょうか。なぜなら、エゼっていうのは、ほぼほぼスパーズ行きが決まってましたよね。もうスパーズ内定まで行ってたわけですよ。あともうサインするだけみたいな。そういう状況だったんですよね。だから、まあエゼのアーセナルはないんだなーみたいなね、思ってたじゃないですか。移籍市場がオープンして、初めの頃はね、ロドリゴかな、エゼかなみたいな話ありましたよね。でもエゼ高いのかみたいなね。そうこうしてるうちにエゼが、まあスパーズに行きますみたいな話があって、あ、やっぱりダメだったかみたいなこと思ってるうちに、マドゥエケが来るみたいな、そういう状況だったと思うんですよ。なので、もうスパーズ、ほぼ確だったわけですよ。なのに、そんなエゼの移籍が、なぜ電光石火で実現したのかっていう、その理由について、とんでもない裏話、衝撃の舞台裏が、ジ・アスレティックにですね、掲載されておりましたので、その内容をもとに皆さんにシェアさせていただきます。この記事の冒頭の一文が最高なんですよ。それはハイジャックではないラブストーリーであるっていう一文から始まる両記事でございますんで、もしよろしければそのアスレティック読んでみてください。で、このエゼ、アーセナル入団の舞台裏なんですが、エゼのスパーズ行き、これは確実に秒読み段階でしたと。これは確かなもので、あとはサインするだけみたいなところまで来てたっていう状況だったんですね。でもやはり幼少期をアーセナルのアカデミー、ヘールエンドで過ごしてきたガチグナの彼にとって若干の未練はあったと思います。でも夢のチャンピオンズリーグに出場できるし、生まれ育ったロンドンだしということで、彼のキャリアにとっても良いステップアップを意味する移籍だったと言えるかもしれません。多分ね。またやっぱりさ、なんやかんや言ってもプロフェッショナルですから、自らを最大限評価してくれるクラブと契約するというのは、当然のことですよね。とはいえですよ。やはり一抹の後悔があったのだと思います。それを払拭するため、彼はまさかの行動に出ます。それがミケル・アルテタへの直伝。テタさんに電話するんですよ。直ですごい行動力というか、過去そんな人いたかね。いや、わかりませんよ。直伝とは言ってますけど、代理人通してとかね、クラブ通して電話したのだと思いますよ。さすがに。常識的にね。でも、自らちょっとテタさんと話したいっていう希望を伝えたんだと思います。いずれにしてもね。ワンチャン直伝してる可能性あるけど、テタさんの番号聞いて。いや、わかりませんけど、でもやっぱり、さっきも言った通り、一抹の後悔というか、未練みたいなものがあったと思うんですよね。
おそらくね。とにかくミケル・アルテタに電話をしたと。そこでもう俺の席そこにないですよね。ね、ないですよね。みたいなことを言ったか分かりませんが、20日水曜日の朝、彼はミケル・アルテタに電話をして最後の確認をしたんです。そしてその午後、取締役会でエゼの獲得が話し合われ、秒でエゼの電撃移籍が確定。これがあれよあれよという間に決まったエゼの電撃移籍の舞台裏でございます。しかもタイミングがどんずばだったんですよ。これがちょうど幅さんが膝の怪我により長期離脱が確定するっていうタイミングで、急遽アーセナルは前線の補強を視野に入れ始めた矢先の出来事ということで、本当にアーセナルにとっても願ったり叶ったりのテレフォンだった模様なんですよね。またエゼはアルテタへのテレフォンだけではなく、イングランドの代表のチームメイトサカだったりライスだったりマドゥエケだったり、彼らにも後押しをお願いしていたようで、クラブサイドもそこまでして移籍したいのかと、そこに感銘を受けたと。それも一つの理由と言われてまして、これは文字通り自らの力で掴み取った移籍と言っても過言ではないでしょ。その情熱ですよ。その情熱にほたされてクラブもじゃあエゼで行くかってなったっていうことですから、これは自らも本当に掴み取った移籍と言っていいと思います。そして、もう一つね、我々は、トッテナム、ホットスパーズにも感謝しなければいけないという話があるんですけれども、それは何かというと、今回エゼの電撃移籍が実現した理由の一つが幅さんの膝の怪我なんですけれども、スパーズもかなりアーセナルに貢献してくれたようでございます。というのは、パレスとスパーズの間では50ミリオンプラス10ミリオンのアドオンっていうことで、交渉が進んでいたみたいなんですが、途中でボーナスをめぐり意見が対立したらしいんですよね。交渉決裂かっつって、ちゃぶ台ひっくり返すタイミングで幅さんが膝の怪我で長期離脱が確定し、アーセナル的にも再び市場に目を向けるっていうタイミングでエゼからのテレフォンがあり、アーセナルが交渉を迅速にまとめたと。またパレスのパリッシュ会長とアーセナルのバイスチェアであるティム・ルイス、この2人の良好な関係も鍵になったと言われております。アーセナルっていうのは以前からエゼにね関心示したっていうのは皆さんご存知のところだと思うんですけれども、ちょくちょく名前出てましたよね。ヌアデリの新契約の交渉っていうのがもしまとまらなかったらちょっとエゼも視野に入れてたっていう話なんですよ。ただしやっぱり60ミリオンプラス8ミリオンのアドオンっていうのがネックとなってちょっと棚上げされてた状況だったらしいんですよ。その間ヌアデリの新契約がまとまり、そして、50ミリオン弱でマドゥエケが獲得できるということで、エゼっていう選択肢はもうなくなってましたと。でそれでエゼはスパーズへ行くっていう話になってたらしいんですけど、そういう状況でありましたが、エゼの交渉の状況を監視を続けており、すぐにでも再び動ける状況であったと。それもあってスパーズとの交渉が暗礁に乗り上げ、アーセナルが新たにね買い手として、手を挙げた際、ティム・ルイスと親交のあるパリッシュ会長が快くそれに応じたと、そういうことのようです。エゼの直伝もそうですけど、このパリッシュ会長とティム・ルイスとの関係であったり、やっぱり最終コネクション大事ってことですよね。最終まとめると、バスケ取りがケチってる間に幅さんが怪我で離脱し、ちょうどそのタイミングでエゼがテタさんに直伝で愛をささやき、秒で確定と。つまり我々はスパーズのしぶちんっぷりに感謝しないといけないということでございます。バスケ取りさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね。やっぱイエロー獲得した宇宙王者ですから、本当に素晴らしいクラブだなって改めて思いましたね。これがエゼのアーセナル電撃入団の舞台裏なんですけれども、ぶっちゃけ幅さんが怪我をして、無期限離脱、長期離脱みたいなニュースが出た時に、ある意味今季終了の鐘が鳴ったと思った方も多数いたと思うんですよ。だってシーズン始まって1試合の段階でそれですからね。でジェズスもいない、ハバーツもいない、ギョケレッシュはいるけどまだフィットしきれてないかもしれないみたいな状況で、またかーみたいなね、そういうことを思われた方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。そうでしょ。俺は思ってないですよ。俺はメリーノがやってくると思ってたからそれは思ってないけど、でギョケレッシュは今回ね、僕ワンシーズンウォームアップだと思ってたんで、もうちょい時間が必要かなと思ってたんでね、1試合目でこれはきついなーと思ってたんですけど、
リーズ戦であんだけちょっと爆発してくれたりとか、ちょっと可能性見出してくれましたね。ポテンシャル引き出してくれましたよ。リーズがありがとうございます。でも、この愛の溢れる救世主の降臨により、今季に戦える準備っていうのは整ったのはもう間違いありませんよ。ベンチ層がもう分厚って感じでしょ。昔の単ページぐらいありますよ。今じゃなくてね。今これぐらいだろうけど、昔の電話帳ぐらいありますよ。分厚って感じで、もうほんとこんな。力自慢も破れないやつぐらい分厚くなってるわけよ。今回のリーズ戦のベンチ層見たって、まだいんのって感じだったじゃん。そして昨シーズン、パレスでエゼは14ゴール11アシストを記録してるわけ。そんな創造性、華麗さ、ゴールに直結する想像力。この3拍子揃ったストライカーです。このアーセナルのナンバー10を背負っても何ら遜色ない。十分即戦力として先発起用できる選手ですよ。またこれによって戦術に柔軟性も生まれます。現状ハバーツ、ジェズス離脱してますけど、もしギョケレスがプレーできなくなっても、左サイドトロサーモンだったりガビーがセンターフォワードやって、エゼが左ウィングやるとか、左ウィングトロサーモンガビーがやって、エゼがハバーツの代役を務めるみたいなことも可能になりますんで、戦術的にもかなりの自由度が生まれたと思います。そして最後に、エゼ同様27歳でパレスからアーセナルに移籍し、現在はアーセナルのレジェンドとなっているイアン・ライト師匠との激アツインタビューがございますんで、いかに彼がガチグナかとわかる素晴らしいインタビューとなっておりますんで、ぜひ最後まで心して聞いてください。読みます。正直まだ全て消化しきれてなくて、今はただふわふわ宙に浮いてるような気分ですね。家に帰ってみんなと話して、そこでようやく現実味が湧いてくるんじゃないかと思ってます。でもこの出来事が自分にとってどういう意味を持つのか、これまで歩んできた道のり含めて、それはしっかり理解しているつもりです。ここにいられること、ここでプレーできること、そしてこのように認めてもらえたことに、今はただ神に感謝するしかないって感じで、自分にとってこれは長年の夢だったし、アーセナルは自分の一部みたいなもんなんです。本当に恵まれてると思うし、前に進み続けるエネルギーを与えてくれて、さらに努力を続けようっていう気持ちにさせてくれるんです。ナンバー10を着用することの意味について、その意味は十分理解しているつもりです。これは特権であり、名誉だと思ってます。これまでの10番の歴史を知ってるからこそ、この10番をつけるっていう機会は、本当に祝福のようなものだと感じてるっす。だからこそ、ここにいられること自体、神に感謝してるし、その敬意に報いるために、自分の全てを捧げたいと思ってます。自分の全てを捧げてくれると。そして、これまでもエミレーツのピッチに立ったことはあるっすけど、それはアーセナルの選手としてではなかったっすから。だからこそ、今こうして10番を背負って立ってるってのは、もし、何歳の自分に戻りたいと聞かれたら、迷わず、ここって答えるっすね。アーセナルに帰還した27歳と答えると。プロになった瞬間から、いつかアーセナルに戻るという思いはずっと頭の片隅にありました。他のクラブでプレーしていても、自分が本当にたどり着きたい場所はここなんだとずっと思ってて。ぶっちゃけこの4年間はアーセナルへのトライアルのような気持ちでやってました。エミレーツに来るたび、兄弟と一緒に観戦していた頃座っていた席を見て、ここだ、ここなんだと。このチャンスを逃しちゃいけない。で毎回言い聞かせて。もちろん全てが計画通りに行くとは限らなかったですけど、そういう感覚はずっと持ってて、日々少しずつでも成長して心のどこかでなるようになる。信じ続けてここまでやってきました。もしその夢が叶わなくても全力を尽くしていると胸を張れる。そういう思いでここまでやってきて。だからこそ今この瞬間を迎えられたことに意味があると思うし、俺のタンクにはまだまだ燃料が残ってるんで、そのエネルギーは全てアーセナルにぶち込みたいと思ってます。で、ポジションの話はあったについて、もちろんありましたけど、ピッチに立ってそこで自分を表現できるチャンスさえ与えられれば、正直どこでプレーするかは全く関係ないっす。監督にも明確なアイディアや求めるものがあると思うんで、
もちろん、新しい環境に馴染むのは簡単なことじゃないとは思うんですけど、周りには肩を貸してくれる最高の仲間たちがいるし、その辺は全く気にしてないです。ここはまさに自分にとってパーフェクトな環境だし、ここからさらに一歩も二歩も100歩も先に進める場所だと感じてます。もっと努力して、もっと成長し、さらに強くなってみせます。アーセナルというのは、俺の夢の全てを叶えるための最高の場所なんすよ。どうですか皆さん。愛が溢れすぎてもうこぼれ落ちるインタビューどうですかこれ。もし戻れるなら今とか、4年間はアーセナルへのトライアルへのような気持ちだったとか、全てのエネルギーぶち込みたいとか、そして言われたどこでもプレイしますっていう、もうパワーワードの連続ですよ。もう半端ない。ヘイルエンド出身だけあってね、やっぱり根がガチグナなんですよね。もう根がガチグナすぎる。素晴らしい。だからこんな愛の溢れる選手が来てくれて、もう心から嬉しい限りですし、その入場の時にさ、あの表情になるのはもうほんとわかりますよ。もうああいう笑顔になるよね。ものすごい嬉しさの中にでもちょっと涙が溢れ出そうっていう、あの感じ。竹中直人ね、みたいな、笑いながら怒る人みたいな、泣きながら笑う人みたいな感じでね、あの感じになるよ。そんな筋金入りのグーナーがですね、10番っていう栄光を背負い、頂目指し、我々のためにピッチを駆け抜けてくれるっていう話ですよ。エゼ、EZE、エゼ、Welcome to the Arsenal。その日がもう待ちきれませんっていうことでございます。いやもうほんと嬉しいですね。アーセナルっていうのは単に一人の有能なプレーを獲得したわけじゃないっていうことですよ。アーセナルは彼を故郷に迎え入れ、そしてエゼという魂を手に入れたってことです。エゼ、共に戦おう。同じグーナーとして。ちなみにこれがエゼが入団した時のアーセナルの公式フォトなんですが、このポーズ。これはソル軍曹がスパーズからアーセナルに禁断の移籍を果たした時に撮られたのと同じポーズでございます。こういうことやるのプレミアのクラブは。J リーグとか公序良俗に反するからやらないと思うけど、やるんです。プレミアのクラブは。全力でやるんです。しれっとね。いや、最高でしょ。最高でしょ。同じアングル。これわざとですからね。ということで、カモミからのサルでした。はい。あ、ちなみに、日曜、アンフィールド行ってまいります。ライブお楽しみに。